ねえねえ、すみれ、最近、またあの人のニュースを見たんだけど、どうなってるの？あの人って誰のことかしら？もう少し具体的に教えてくれる？あの迷惑系 YouTuber の、ジョニー・スマリだったかな。また何かやらかしたみたいなんだけど。ああ、ジョニー・スマリね。またとんでもないことをしてかしたのよ。韓国で大暴れして、日本大使館に嫁るなど国際問題に発展しかねないようなことをしているわ。そんなことまでしちゃってるの？一体、どういうことなの？そうね。ジョニー・スマリはね、今年に入ってからイスラエルやアメリカでボコられた後、コロンビアに行って、俺はもうビジネスが成功した。配信は趣味でやる。なんて発言して、一時的に姿を消していたのよ。へえ、そうだったんだ。でも、また戻ってきたんだね。そうなの。数日前に突然韓国から配信活動を再開し、日本でも連日話題になっているのよ。少しは反省しているかと思っていたんだけど、むしろ悪化しているみたいなのよ。で、どんなことをしたの？やっぱり迷惑行為？そうよ。路上で知らない人にいきなり喧嘩を売ったり、バスの中で大騒ぎしたりしているのよ。また、似合っているかはさておき、髪型も韓国で流行っていそうな金髪にイメチェンしているけど、韓国で日本にも関連する迷惑行為をして全然反省している様子はないのよ。でも、日本大使館に嫁ったっていうのは本当なの？ええ、その通りよ。その問題となった投稿の内容がこれで、これから日本大使館に嫁り再入国を要求。ソウルにあるヤンフソーにキスをして回る、って。どうしてそんなことしようと思ったんだろう？彼の実際の配信内容を見てみると。So I got a plan for today. I want to go to the Japanese embassy because I saw that the Koreans were getting mad about that comfort woman statue shit. So I'm like, if I'm leaving soon, we might as well make these. Thank you for subscribing. We might as well make these niggas matter. So they gotta. I think the main comfort woman statue is in front of the Japanese embassy. So that is where I'm going right now. And I want to go into the Japanese embassy and I want to see if those niggas know who the fuck I am. And I want to ask these niggas if they're gonna let me come back. You know, like I got a new passport, I got a new look. Maybe the Japanese might let me go back. Is that a bad idea to try to get into the Japanese embassy? Can they call the cops on me? I know an embassy is like considered a country's foreign soil. So technically, that's Japanese soil. Is it against the law for me to just step in real quick? I just want to see what's up, man. Let me get us on this bus. We're going to the Japanese embassy. Now we're gonna go inside. And the main comfort woman statue is there, so we're gonna kiss that one too. Actually, Trell sent me the location of all 4 or 5 comfort woman statues in Seoul. So I think I'm gonna try to hit all 4 today, like Legend of Zelda Link. And we're gonna leave an offering at every single one. You think I wanna go do Dogeisa to the Japanese. Let's go make an apology. Let's see if they let me come back. They might. They're forgiving people. Let's see if we can apologize and maybe they let me come back to Tokyo. Who knows? Y'all don't know. と、俺は慰安婦問題で怒っている韓国人のために、日本大使館に行ってやる。あいつらに俺は誰なのか知らしめる。なんて言っていたのよ。さらに、今の俺はパスポートも見た目も変えたし、日本人は受け入れてくれるだろう。日本大使館の中をちょっと覗いて、謝罪した後に東京に行ってもいい許可をもらいたいぜ。なんて、本当に日本人を舐めた発言をしまくっていたのよ。それってすごく問題になりそうだね。でも、去年、日本で逮捕されたんじゃなかったっけ？そうよ。去年、日本にいた時に工事現場に勝手に侵入したり、飲食店で大騒ぎしたりして逮捕されたのに、今更謝罪して東京に行きたいなんて言ってるのよ。本当に厚かましいわ。そうだよね。逮捕されてから1年も経ってるのに、今更謝罪しても許されないよね。その通りよ。逮捕された時やその後にいくらでも謝罪できたはずなのに、今になって謝罪させてくださいというのは都合が良すぎるわ。それに、土下座謝罪を何度もされたところで、私たちは許す気なんて全然ないわ。そうだよね。でも、なんでまた日本に来たがってるの？それはね、昔の栄光を取り戻したいんだろうけど、でも、日本にいた頃は毎回配信の視聴者数も結構いたけど、今は200人とか300人くらいまで落ちちゃってるみたいなの。だから、なんとか日本で暴れて注目を集めたいんじゃないかしら。なるほど。でも、大使館に嫁して、それで終わりなの？いいえ、結局門前払いされて終わったみたいだけど、それ以降も迷惑行為を続けているのよ。例えば、コンビニ店内で飲酒したり、大音量で音楽を流して踊ったり、ラーメンをぶちまけたりしてるのよ。最終的には女性客と口論になって警察に通報されたそうよ。そんなひどいことを。でも、それって日本でやってたことと同じじゃない？そうなのよ。
昨年、日本で同様の行為で業務妨害罪で起訴されて有罪になったのに、全然懲りてないみたいだから、ほんと韓国でもどこでもいいから早く逮捕してほしいわ。本当だね。でも、具体的にどんなことをしたの？実際の配信の様子を見ると、Sorry, I'm black. I'm not gonna drink nothing. 여기서 드시면 안 돼요. I don't drink. Here, no drink. No. Look here. 이거. 이따 라면. 그리고 아줌마, 이거. Okay, sure. I'm gonna get ramen. Was right to say you should never have kids. Your father was right. Your father was right. Oh. What are you talking about? 안 된다고요. 소주 안 된다고. Shut up, bitch. 폴리스? Call the police, stupid ass bitch. 폴리스 불러요, 언니. Stupid ass. I didn't even drink here. Are you dumb? I already Anonymous you said stupid ass $5. bald ass bitch. You monkey asshole. Shut up, bitch. I did not drink it, you stupid bitch. Fuck you. Fuck you, Chinese ass bitch. Fuck you.と、コンビニの入り口前で爆音で音楽を流しながら下手くそなダンスを踊ったり、店内で堂々と飲酒して店員のおばちゃんに注意されても、うるせえよって逆ギレしたりしてたのよ。挙句の果てには、コンビニの床にカップ麺をわざとぶちまけて業務妨害行為までしてしまうという、もはやめちゃくちゃとしか言えない行動をとっていたのよ。うわ、ひどすぎる。でも、なんでそんなことするんだろう？面白いと思ってるのかな？迷惑行為でも何でもいいから目立つことをして配信を盛り上げたいんじゃないかと思うけど、でも、実際はちっとも面白くもないわ。ジョニー・スマリの数少ないファンもよくこんなしょうもない配信を見続けられるわね。そうだね。でも、こういう人って、どんどん過激なことをしていかないと飽きられちゃうんじゃない？鋭い指摘ね、おーい。その通りよ。今まで数々の迷惑系 YouTuber は大抵そうなの。どんどん過激なことをしないと視聴者が離れていくから、つまりもそのうちこれ以上にヤバいことをする可能性があるかもしれないわ。すでに日本大使館に嫁ったし、再生数目的なら平気でヤバいことをやりそうね。怖いね。でも、みんなはどう思ってるの？ネットの反応とかあるの？そうね、ネットの反応をいくつか紹介するわ。まず、入国審査についての意見があったわ。入管では昔から生体情報や画像認識で国内指名手配犯、国際指名手配犯は警告が表示されるようになっているけど、その場を担当した審査官が警告表示を見逃すことがあるそうよ。その結果、年間で数名が入管をスルーして入出国できているらしいわ。へえ、そうなんだ。他にはどんな意見があったの？他にはね、また配信機材を奪われて、ジョニー・スマリが煽った人たちからサマリがボコボコにされる状況になるだろうな。これだけ迷惑をかけても続けるってことは、人生終了 RTA でもやってんのかって思ってしまう、という意見があったわ。人生終了 RTA？ それって何？ RTA っていうのは、リアルタイムアタックの略で、ゲームを早くクリアすることを競う遊び方のことよ。つまり、ジョニー・スマリが自分の人生をできるだけ早くダメにしようとしているみたいだって、皮肉ってるのね。なるほど。でも、本当に危険そうだね。そうね。他にも、日本と違って野蛮な中間で炎上するような真似してると普通にやられかねないからな。もう日本に来ないなら好きにしてくれ。もし、また日本に来たら、いきなりドロップキック食らっても文句言うなよ。なんて意見もあったわ。うわ、でも、ソマリ自身はこういう反応を見てどう思ってるんだろう？いい質問ね。実は、ソマリ的にはボコられようが何しようがトラブル自体が嬉しいみたいだね。再生回数が増えれば何でもいいんだろうな、という意見があったの。つまり、ソマリにとってはこういう批判的な反応も含めて話題になることが目的なのかもしれないわ。そっか、でも、そんなことばかりしてたらいつか本当に危険な目に遭いそうだよね。その通りよ。でも、ソマリの場合、
注意されてもトラブルが増えれば増えるほど視聴者が増えるから喜ぶし、違法じゃないギリギリのラインを攻めるから警察も十分に動けない。韓国も治安いいからぶん殴ったりはしないみたいだから止める術はないね、という意見もあったわ。なるほど。でも、こういう迷惑系の人って結局どうなっちゃうの？多くの人は韓国でも迷惑行為やってるなんて悪い奴は同じことを繰り返すことしかできないって言ってるわ。そして政治家や司法関係者に悪を甘やかせばこうなるって学んでほしいって意見もあったわね。そっか。じゃあ、もう日本には絶対に入国させちゃダメだよね。そうね。土下座してもどうせこれだけすれば許してくれるだろうと日本人を甘く見下してるのが本音だから大使館は絶対に入国は許してはいけません。一言帰れと言ってやってっていう意見もあったわ。そうだね。でも、どうしてソマリはこんなことを続けるんだろう？それについてはアジアで嫌がらせすると投げ銭集まるからやめられないんだろうなという意見があったわ。でも韓国はジョニー・ソマリが日本で何かあったか知ってる人は大勢いるだろうから韓国でも日本であったような目に遭うんじゃないかって心配する声もあったのよ。へえ。じゃあ、これからどうなるんだろう？そうね。実はジョニー・ソマリ自身もそろそろ韓国でもヤバい目に遭うと察しているのか、次はタイに行くって本人が言ってるらしいわ。でも多くの人は逃げられる前に何とかしてソマリを刑務所に入れてほしいって思ってるみたいね。タイ？でも、去年もタイで迷惑行為してたんじゃなかったっけ？その通りよ。だから、ここら辺で配信人生を終わらせてあげた方がいいって意見もあるの。それに、短期間にいろんな国に行ける資金源も謎だから、警察に調査してほしいって声もあるわ。なるほど。本当に大変なことになってるんだね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。